皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。じゃあ開けますよ。はい。この紙が今裏返しにして入ってあったんですよ。これもしかしたら最近開封動画が多いから、もう開封動画を意識してだったりとかしてわかりませんけど。はい。いつものように後押しが1枚ですね。ちょっと曲がってるけど、これ可愛くないですか？これちょっと折りじわが可愛いでしょ。これしつけ付きだった。未使用品、これ特にね、未使用品って書いてなかったと思うんですよね。私の好きな金シャのお着物で、このなんかこうちょっとなんていうかダイヤマークと、なんか丸にこう土星みたいなマークだけど、ちょっとなんかトランプっぽい柄に見えて可愛いなと思って買ってみたんです。ご覧いただきます。これロですね。ロのお着物買いました。波のね感じがすごい素敵だなと思って、この辺がなんかこういうの老血止めっていうのかなと思って、どうですかね。ちょっとこの辺汚れがありますね。変色、汚れっていうか変色っていうか色移りかな。なんかこの柄に似たような感じの色移りがあるみたい。汚れかな。でも大丈夫です。これぐらいは。すごい手触りもいいし、いい感じですね。で、これがなんか結構しっかりした感じのおじや縮みです。これね、どうしようかな。ちょっとね染めようかなと思ったんですよね。濃い色に。このおじや縮みは初めはまるっと染めようと思ってたんですけど、柄がすごく可愛いのと、次女がこのままの方が可愛いっていうので、今回はこれを染めるのはやめようかなと思っています。こんな感じ。ここは絹が貼ってあるみたい。これも証券なのか。ちょっと一個ずつしっかり見ていきたいと。汚れが。はい、それではお値段と一緒にご紹介していきます。紋金社ダイヤ柄に抽象模様着物ですね。これは3300円の 70% 引きで990円です。なんかこういう黒地にこの水玉みたいなダイヤ柄とこの土星柄みたいな、そんな感じの柄でこういうねこういう筋が入ってるんですよ。ところどころに金糸みたいな感じで、これも可愛いなと思って。でラッカーですね。綺麗かな。でもちょっとやっぱ生地が古いので、でもそんなにあれかな。この辺なんでこんなボコボコしてんだろう。ボコボコしてます。なんか八掛形はこういうぼかし八掛形ですね。青ですね。かっこいいな。こういうの珍しいですよね。後ろ側はこんな感じですね。この模様映るかな。珍しい感じですよね。銀に黄色に赤みたいな線が入ってます。かわいい。
なんか昭和世代なので生まれが水玉とか花柄とかね好きなんですよね。はいはい、じゃあ次はローのお着物ですね。紺色かな。紺色に波の模様がちょっと汚れてるっぽいです。波の模様が描かれてますね。これこんな感じってローケツ染めって言うんですよね。違うかな。これねちょっと私少し自分で手を加えて着ようかなと思ってます。それは出来上がってからお知らせしますはい、背伏せがないんですね。これね背伏せがない作りになってます。裾の方は綺麗ですね。なんか胸元のあたりはこう折りじわとか、まあこんなのはアイロンかければすぐ治るので、そんなに気にしないんですけど、まあまあ綺麗かな。こちらのお着物が、コマロ波模様着物2200円の 70% 引きで660円ですね。はい、こちらが背中側ですね。まあそんないい感じじゃないですかね。シワがねちょっと気になるけど、まあそこはちゃんとお手入れをすればいいだけなので、これが660円でした。良さそうかなと思います。はい、でこちらがおじや縮みですね。花さらさ模様折り出し手織り真綿おじや縮み一重着物ですね。なんか海苔が効いてるのがすっごくパリパリで、私が前に買ったおじや縮みはもうちょっと軽い感じだったんですけど、こういうねちょっと汚れがありますね。染め全体的にねまるっと染めようかなと思ってるので、汚れはそんなにいいんですけど、なんか私が前に買ったおじや縮みよりも少し硬くて重い前の軽かったんですよね。今回ちょっと重い感じがしますね。今回なんかシワが多いのが多いな。こんな感じですね。汚れはまあこの辺袖口と袖のところぐらいかな。ここもなんかこういう茶色い汚れがありますね。こういうなんかねおじや縮みこういう茶色い汚れがね前のもねあったんですよね。でもすっごいパリッとしててなんかあんま着てない感じですね。はい、背中側です。模様はねすごい可愛い好みな感じですね。こちらがお値段が2200円なので 70% 引きで660円ですね。あとねこの羽二重の胴裏地ですね。これ染めるのに使おうと思って買いました。前にリサイクルショップでこういう胴裏地を探してる女の人がいて、話を聞くとこれでなんかシーツとかをね縫うらしいんですよ。これでシーツを縫うとすっ
ごく気持ちがいいわよって言われて、その時こういう胴裏地が3つぐらいあって、それがね1個700円ぐらいで販売されてて、あなたも作ってみなさいよって言われて1個くれたんですね1個くれて、1個私に買っていいわよって感じでくれたんで、自分でお金払ったんですけど、でも確かに枕カバーにしたんですけど、すっごい気持ちがいいです。確かに。はい、これはこれ襟裏かな。これ襟用の裏地なので、これは染めたら半襟に使える感じかな。そっか、ハブタイってこういう感じか。なんか私が思ってたよりはちょっと薄いですね、本当にね。前に買わせてもらった裏地はもうちょっとつるっとした感じ。そっか、これがハブタイっていうのか。でも良さそうですね。幅が広いんだろう、裏地って。なるほど。60センチぐらいありそうな幅ですね。これをね染めようと。これでまた石化絞りを作ろうと思います。早速この金糸を着ていきます。新栄さんは最近セールの種類がいろいろあって、今もまた品物限定で 75% オフっていうのをやってるんですよね。今は羽織物とかが中心かなが、そういうふうに何々限定で 75% オフとか、あとは7000円以上のお買い物で5000円オフ5000円オフってすごいですけどね、とか、なんかいろいろ今までと違う感じのセールをされてるんですよ。でいろいろでも総合してみて、私が一番買いやすいのは 70% オフだなと思って、70% オフになるまで待ってました。それでね、特に予告もなくいろいろなセールの形態が変わるので、 70% オフになったらもう突然、あれ今日 70% オフだっていう感じで突然始まりました。今はね、一重の着物を探してるんですよね。やっぱり一重が一番長く着れるのかな、今の時代と思って。で今やっぱ夏物とか一重とかが多く出回ってる時期なので、今のうちにこう秋とか春とかに着れそうな感じのものを探しています。この金糸のお着物には赤い襦袢を合わせたいなと思ってるんですけど、まだ赤い襦袢を持っていないので、とりあえずピンクを合わせてみました。ピンクも結構合ってるかなって思います。濃く染めすぎたような気もしたんですけど、意外にこの襦袢使える感じです。今日も角出し結びをやってます。この帯もこの着物に合うかなと思って、あとどんなのが合うかな、まだちょっといろいろ合わせてみてないので、今度ゆっくり帯合わせをしてみたいなと思っています。いつものようにね、やっぱり帯を結ぶときは結構必死なので、動画が止まっていることに全然気がつかなくって、だいぶ飛んでます。タレはもうちょっと長めがいいですか、やっぱり。ちょっと短い気がしますね。
帯揚げは椿庵さんのシェードレースの帯揚げを合わせました。やっぱりねこれが一番本当に可愛くなるんですよ。このシェードレースの帯揚げはこの1色しか持ってなくて、この間椿庵のマミさんがなんかモノトーンの感じのシェードレースの帯揚げをされてて、もうこれ欲しいと思ってまだ買ってないんですけど、そのうち買いたいなと思っています。はい、着てみました。これは合わせなので本来はもうちょっと秋とかに着るんですけど、可愛いのでとりあえず試着ということで着てみました。可愛いですよね。黒地だけど水玉っぽい柄がすっごくお気に入りです。はい、で波模様のロのお着物も着てみました。ちょっと簡単に。まあいいんですけど、なんか浴衣っぽい雰囲気でしたはい、ということで新栄さんで3枚のお着物と銅ラジオ購入いたしました。厳選に厳選に厳選を重ねて購入した3枚です。新栄さんすっごくお安いのでついつい何枚も買いそうになっちゃうんですけど、そんなにね私が一人でたくさん持ってても体は一つなのでお安いからって買いすぎないように、これからも厳選に厳選に厳選を重ねて選んでいきたいと思います。来週はいよいようさこまさんのポップアップストアに行こうと思っているので、また買っちゃいそうですけどでもねずっと行きたかったお店なので楽しんできます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。